海ライン2。鉄道駅の建て直しから高速道路の拡張と大規模工事を決行した我らがマシマシ。新たな高密度住宅区画の引っ越しで渋滞とかも起きたけど、今回もさらに街をマシマシしてくぞー。さて大規模工事が終わって時間が経過、不具合とか出てたら修正でもしましょうか。スカ林業とか採掘の特区潰してそれらの再建すらまだだぞ。そうだった。で最初に着手したのは霊柩車街の改善。渋滞のせいかまた霊柩車アイコンがいっぱいある。てなわけでイナクワーに火葬場を。とここでマイルストーンをアンロック。マシマシ、巨大な都市認定されました。最近建ててなかったけど特殊施設ゲット。残るマイルストーンは7個、終わりが見えてきたぜ。さてこの通常火葬場は車庫がたくさん増設できるので3つ追加。車庫1つで5台、合計15台追加の立派な火葬場ができた。路面電車車庫の裏にもオランダ風の火葬場をマシマシ。こちらはなんと車庫1つで10台、倍の強さ、オランダの火葬場は世界一いい。ほんとオランダ風の建物は優秀なのが多いぜ。さてお次は前回立ち退きさせた産業特区の復活と参りますか。赤字のままだと収支に影響が出そうだ。まずは林業っぽく山奥に作りましょ。僻地へと続くぐねぐねの道。2軒に分けてこんな感じに範囲を設定。山だけあって利用できる木材がたくさんあるぜ。こんな感じになりそうろー。すべての木を切り倒しこの世から花粉症を駆逐するのだ。続いて傾斜に合わせて道路を敷設して、こっちでは畜産業をやってもらいます。丘の上の牧場、魔界の牧場みたいでいいな。魔界の牧場？漢字で言うんじゃねえ処されるぞ。規模こそ小さいものの丘の上牧場が完成。なおこちらの牧場、田舎のように見えまして目の前はタワマンゾーンの都会。遠足とかで使われそうな立地だね。隣の傾斜部分も畜産マシマーし。人口こそ6万程度だが、ここから見るとマシマシも結構でかく見えるな。お次は鉱物と思ったけど、すでに工場が建ってるんだよね。他の地下埋蔵資源は近くには眠ってなさそうだ。てなわけで資源の上に立ってた発電所を移設しました。毎回移転してんなこの発電所。で跡地で鉱物を掘り出す採掘場を建設。石炭も掘るか悩んだけど石炭発電やってないので、とりあえず今回はなしで様子見することにしました。これで鉱物は一安心、石炭は輸入で頑張れ。地球の裏側まで掘り進めー。お次は地下資源探してる時に目に入った、この肥沃な土地に大農園を買い込んだおー。てなわけでサクッと道路を敷いて産業特区を設定。小麦に野菜に綿花、これで大量に生産できるぜ。高速横の畑がのどかな感じでいいね。道の末端のこじゃれたクルドサックで台無しにしてるけどな、変な都会感出しやがって。いいじゃんクルドサック好きなんだよ。土地が肥沃でない部分も有効活用、隣に石材用の採掘場を建設。従業員は47名、ちょっとした雇用増加の効果もあるな。そして産業特区を復活させ街の様子を見てみると、収まったと思ったタワマン周りで渋滞が再発。交差点作り直すの面倒だから、細かい設定でなんとかここはしのぎたい。引っ越し渋滞が収まれば落ち着きそうだが、太い交差点はどうしても混んじまうな。こらー、マナーの悪い路中はお断りだよ。不思議な力で消し飛ぶ車、そして天意し二度とその車は主の元に戻ることはなかった。路上駐車の罰則はドライバーごと異空間送りです。異世界転生、俺のザンクレアルファードが最強な剣をお楽しみください。もしやこれは、バケットホイールエクスカベーター。大露天掘りに使われる超大型機械。高速道路も真っ二つだー。いやうちそういう業務やってないんで。このサイズのメカはロマンの塊でかっこいいな。さて巨大メカも堪能したし、オランダ風小学校と大学をつなぐ歩道を作りましょ。こやつ前回線路敷き直した時に作り直すの忘れたな。聞く。てなわけで元々は歩道だけだったけど今回は車道も繋いでみました。駅まで続く便利なバイパス道路。ああでもなくてこうでもなくて。お前またこの交差点調整してんのか。なかなか流れが良くならないね。取り間渋滞は収まっているのでタワマンマシマシ。またこれでしばらく渋滞しそうだ。でも先にこっちが渋滞したんだなこれが。線路をまたぐ便利なバイパス道路。便利すぎて車が殺到、場所も悪いしこれは小細工じゃ処理できないや。皆さんの交通マナーが悪いのでこの道路は廃止です。最寄りの駅を使いたくば、徒歩もしくは高速道路をご利用ください。ご通行中のお車はサイコキネシスをご利用の上、お近くの道路にお降りください。大変混み合っております。詰めて着陸していただくようご協力をお願いいたします。
そういえば資材コストが高い問題、これ市役所とか建てれば輸入コストを抑えられると思い出しました。輸入コストが下がれば資材が高いアイコンも消えるかもだ。てなわけで中央銀行までのツリーをアンローク。なんか思ったよりいっぱいある。でも1軒しか建てられないユニーク施設が多いぜ。維持費こそかかるけど輸入費用は下がるから、これは建てれるもの全部建てた方がいいやつかな？利益より維持費がかかりそうな気もするが、街の発展のためにはあった方が良さそうではあるな。それでは駅の隣に市役所ってでっけー。こりゃ駅横には建てれんな。じゃ程よく空いてる中央道路沿いに建てましょ。交通渋滞とも無縁そうな施設だしおあつらえ向きだな。てなわけでほいほいほいっと4つ建設完了。一つ一つがでかいからかなりスペース食ったな。公用区に近い汚染されてそうな場所は C 国の役所って超でっけー。でっけー国だけあって建物もでかいぜ。地方行政施設はでかすぎで無理だけど、市役所は行けそうだったので埋め立てでなんとか、しようとした結果川がせき止められた。ダメじゃねえか。とほほ。こうなったら川を護岸工事してきれいに整備するぞー。ちょっと埋め立てるだけのつもりが超絶面倒な工事きた。川を平らにならして歩道を使って護岸に工事中。うっかりでミスると街が水没するから推進は要注意だ。あいよ。もう、気軽に始めたけどやっぱ大変だこれー。削りすぎると見た目おかしくなるし削りが足りないと護岸に土が飛び出す地道な工事。うおー、片方終わったけどもう片方あるー。やったね、もう一回遊べるどん。片側だけでもう MP 切れそうなのに。キリキリ働けー。あばー、あばばばばばば。これはなんというか、ひでー。真面目に作ったつもりだったんだけど、なんか偉い高低差になっちょるばい。MP が切れたレイムさん、なぜか博多弁になったの巻。やり直したけどまだガタガタ。こりゃ川沿いの家壊さんと綺麗にはならんかもだ。それは面倒すぎるのでまた今度で。こうして景観が微妙なまま、護岸工事を放り投げた。C 国市役所も完成して役所密集地になりました。川の水位がギリギリで溢れそうでちょっと怖いぞ。そのうち慣れるよ。おい。そしてこちらは対岸でかなりの高低差が。普通両岸の高さって同じにするもんだろ。明らかな欠陥工事だろこれ。左高すぎ右は低すぎ。川の流れが変わったせいで護岸駐車場に水入ってきてるぞ。MP に余裕ある時にでも直すよ。適当だな。さて役所関連の追加作業と、フランスの市役所はアップグレードあるね。犯罪抑止と建設コスト 5% オフ、これは強そうだ。まだ建ててなかった普通の市役所は、小さめだったので駅隣にホイット。これも輸入コスト 2% オフ、だいぶコスト削減できてそうだぜ。そしてまたまたこの交差点、やっぱり引っ越し渋滞がひどいので非対称5車線にアップグレード。もう立体交差で作り直せよ。めんどい。おい。サービスだ、交差点を通らなくても高速に乗れるショートカットも用意してあげよう。これで少しは渋滞緩和されるかな？車線が増えた分見た目渋滞ひどくなったわ。ダメじゃねえか。もういっそマリサの眷属召喚条例で禁止してやろうかしら。私が召喚してるわけじゃねえ。スカタクシーを私の眷属と呼ぶな。ほんとこの黄色い悪魔には困ったもんだよ。公共車両の効率も落ちてそう。そんな渋滞で困る交差点前のインターで事故発生。これは玉突き事故になる、と見せかけテレポートで回避するのがこの街のドライバー。はい事故った車はゴミ箱行きです。事故ったザンクレレクサス、異世界転生で支払いを踏み倒せをお楽しみください。てなわけで事故で車が消滅していい感じに渋滞緩和されました。何の解決にもなってねえ。またすぐ渋滞しそうだな。オランダ風の街と駅前駅をつなぐ歩道橋、気がついたらかなり使われておりました。オランダ風の街の住民の生活が少し便利になったな。徒歩限定だけど。バスも走らせたいんだけど面倒なんだよね。おい。渋滞の影響か救急車待ちが増えてきた。医療崩壊の危機。では田舎の畑横にフランス風の医療センターをホイットな。自称田舎のタワマン住民に医療を提供。さてお次はオランダ風の街の拡張でもしますか。いい感じに土地も余ってるな。てなわけで街路を敷いてここは住宅街にすることにしました。高密度で人口増やそうかとも思ったけど見た目が気に入ってるテラスハウスを採用。さあニョキニョキして引っ越しを始めるのだ渋滞も少なくのどかな街並み、この辺りは暮らしやすそうだな。職場は愚か買い物する場所もありませんが、住むしかできねえ街じゃねえか。よろしい、ならばここの区画をオフィスにしてやろう。この街は学校が充実してるし、高学歴な奴がここで働いてくれそうだな。しばらく放置で成長を見守るターン。
安定の早送り案件。綺麗に、生え揃ったどう？テラスハウスはかっこいいんだが、さすがにこれだけ並ぶとちょいダサい。周密度も混ぜた方が良かったかな？かもしれん。でこちらはオフランス風の高密度オフィス。一部建物が青っぽくてオランダ風に地味に馴染んでないな。オランダ風オフィスの追加お待ちしております。さて続いて隣の区画も開発じゃー。テラスハウス街と採掘場の間。お買い物できるように低密度商業を区画割り、久しぶりに特殊施設も真ん中にドーン。これは住民喜びそうだ。ここもオランダ風商業区がないので、東ヨーロッパ風でお茶を濁しましょ。だがオランダは西ヨーロッパだ。そうなの？さあ住民たちで活気あふれる商店街よ、生えてこーい。そして出てきた見慣れたアイコン。建てる前から資源コストが高いってだったらそんな店開くなゴミ箱おばさん怒りの撤去。役所建てたのに効果がねえ。ふぅ、怒った心をマリサの眷属でも数えて落ち着かせましょ。消滅したタクシー、結局復活してまた渋滞してんじゃねえか。引っ越し終わるまでこりゃどうにもならんね。まだ建ててない役所関連の存在を思い出し、この微妙な傾斜ゾーンを鳴らして建設することにしました。斜めってるけどここなら大きいの建てれそうだ。などと思ってたけど無理じゃった。C 国の地方行政庁はマジででかい。しゃあないここは社会福祉事務所とか他の施設で、いまいち効果のわからない福祉施設が増えた。商用区が生えてきたけど見た目寂しかったので、デコレーションを追加中。東ヨーロッパ風だけど、屋根の色とかはオランダの街並みに意外とマッチしたな。新テラスハウス街の住民のために、オフランス風小学校を建設。さすがオフランス、おしゃれな佇まい。高速ランプ横も少し空いてたのでここも開発。ここは追加のオフィスになりました。で駅の裏側になるこの場所も、街路を敷いて区画割り。そしてここは高密度の商業区となりました。駅から歩いて行けるようになんとか歩道を。さすがにそれは無理やりすぎて草言うな。意外となんとかなったー。でもだせー。結局使わず壊すんかーい。てなわけで頑張って作り直しました。長距離には変わりねえ。住民の足腰が鍛えられそうだ。買い物したくば歩け。そんな地獄の歩道橋に早速利用者が、自分で地獄って言ってるぞ。便利な歩道橋です。おい。さて役所が建ってしばらく経ったけど、財政にはどんな感じの影響が出たかな？輸入コストは下がったが、行政維持費でどうなるやら。3ヶ月前と比べると収益が100万ほど減っちゃった。税収は増えたがサービスの維持費が300万も増えとる。企業とかは発展しやすくなったんだろうけどなんか微妙。まあまだ黒字だから問題あるまい。てか輸出入は貨物港が頑張りなさいよ。相変わらず渋滞も起きない平和な貨物港。もっと企業努力してコストが高いのアイコンを消せ。無茶言うなよ。さてある程度開発したし、少し街を見て回って締めますか。某所の動画と丸かぶりしてしまった役所密集地。伊藤菓子。傾斜に作られた畜産農家さん。目の前にはタワマン密集地、開けた景観が見える一室は付加価値が上がりそうだな。でも窓開けたら臭そう。高層マンションだから多分窓開かねえよ。水没被害拡大中の護岸駐車場。めんどくさがらず直せよ。次のアップデで橋が来るらしいのでその時合わせて直そうかと。とか言ってまた忘れるんだろ？失敬な。オランダ風大学への近道の超ロング歩道橋。うわちょっと見なかった間に大混雑しとる。高低差のある長距離歩行で住民たちは皆健康になります。強制エクササイズの街。ちょっとやりすぎた感あるテラスハウス街。遠くに見えるバケットホイールエクスカベーターさんが今日もかっこいいぜ。巨大メカはロマンの塊。おっと駅前整備しようと前回思ってたの思い出した。最後の締めの撮影中に思い出す。これがうちのレイムさんだ。では役所もたくさん立って賑やかになり駅が見えるようになった中央道を見ながら今回はここまで。続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。嬉しいです。なんやかんやありながらも街を拡張していくレイム。次回はどんな都市を作っていくのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。